どうも、ジョンジョン TV です。はい、本日は上海のワンダーフェスティバル2021で紹介された新作のスタチューを紹介していきたいと思います。中でも特に私が気になっている、そして買うであろうスタチューを厳選して紹介していきたいと思います。じゃあ早速ね、見ていきましょう。まずはフィギュラマさんの新作スタチューを紹介していきたいと思います。こちらはね、以前私の動画でもね、紹介したと思うんですけれども、ハンターハンターのネテロ会長とメルエブのね、戦ったスタチューがあるんですけれども、そちらのスタチューの製造会社がこちら、フィギュラマさんになります。今回、フィギュラマさんが発表した新作スタチューの作品が、なんとドラゴンボールスーパーなんですよ。激アツですよね。版権ありでドラゴンボールスーパーのスタチューは今回が初だと思います。早速ね、どんなフィギュアなのか、こちらの写真をご覧ください。ドン。はい。なんとドラゴンボールスーパーの宇宙サバイバル編の悟空とジレンになります。よいしょ。こちらのシーンは激アツですね。私も個人的に好きなシーンでございます。でね、今、左側の悟空はこちら、身勝手の極意の極みの方だよね。右側はフルパワー状態のジレンですよね。で、これ実はね、この上半身の部分取り替え可能なんですよ。取り替えると違うバージョンがこちら。今度こちらは悟空が身勝手の極意の兆しかな。で、こちらジレンがスーツを着ている状態のジレン。こちらのジレンはね、結構余裕そうな顔してますよね。このように、状態がね、取り替え可能な感じになっております。多分ね、極みの方とフルパワーのこのジレンの方が光ってるんですけど、この2つがライトアップ機能がついてるのかな。で、普通のノーマルタイプ、兆しのタイプと、ジレンの洋服が破れてない時はあんま光ってるように見えないんで、これは光らないのかな。ぶっちゃけ言うと、こちら兆しの部分の悟空の表情はあんまりビビッとこないんですけども、極みはいいですね。はい。極みは個人的に大好き。ジェーンに関しては、こちらね、余裕ぶった顔からの、フルパワーで怒り狂ったジレンに、変更ができるっていうことでね、なかなか面白いんじゃないかなと思って、ジレンは全然ありだと思います。はい。ということで、フィギュラマさんの新作情報でした。はい。そしたら、次のスタチューを見ていきたいと思います。はい。インフィニティスタジオさんになります。はい。こちらはね、気になっている作品が3作品ありまして、一つは鬼滅の刃、そしてドラゴンボール Z と新世紀エヴァンゲリオンですね。まず鬼滅の刃から見ていきましょう。こちらまずは善逸ですね。雷の呼吸霹靂戦6連を今から打とうと言わんばかりの善逸くんですね。いやー、かっこいい。かっこいいぞ、善逸。他の角度から見ると、こんな感じですね。善逸の周りをね、囲む、この雷のエフェクト。はい、破損するんじゃないかって非常に心配しております。はい、もうすでにね、心配してるっていうね。この目を見てください。なんかね、目が光ってるように見えるんですけれども、これは光の当たり方なのかな。目がね、ライトアップして光ったらめちゃめちゃ映えそうじゃないですか。ライトアップ機能がついてたら嬉しいですね。そしてちょっとね、個人的に気になる部分があったんですが、こちら、鬼滅の刃のこのロゴですよね。鬼滅の刃が中国語のロゴになってるんですよ。個人的に鬼滅の刃は日本語のロゴで書いてほしかった。中国で製造されてるんで、こちら中国語になりがちなのかな。そこぐらいかな、気になったのは。そしてこちら、かまど炭治郎のスタチューフィギュアなんですけれども、以前ね、動画でも紹介しましたが、今回ね、こちらの上海フェスティバルで塗装バージョンが出るのかなと思ったんですけれども、まだ塗装バージョンのスタチューが発表されてなくて、ただ、大体こんな感じですっていうのが発表されたんですけども、結構ね、大きくて迫力のあるスタチューでした。炭治郎と善逸のこちらのスタチューは必ずゲットします。はい。こちらはゲットしないといけないでしょう。ついでにね、伊之助のスタチューも発表したらね、かまぼこ隊とかやってもいいんじゃないかなと思ってます。インフィニティスタジオさん、伊之助期待しております。続きましてはね、インフィニティスタジオさんからこちら、ドラゴンボール Z のスーパーゴテンクスのスタチューも発表されました。当初ね、こちらのスーパーゴテンクスの画像しか僕は見てなくて、今回はスルーするかなと思ったんですよ。正直このゴテンクスだけでは
ビビッと来なかったというか、ただ、このゴテンクス、実はね、スーパーゴースト神風アタックを打っていて、なんと打っている相手が、こちら、魔人ブー悪なんですよね。魔人ブー悪自体ね、フィギュアでなかなか珍しいんじゃないでしょうか。探検ありのスタチューで魔人ブー悪の登場も初めてですね。魔人ブーの純粋かな？確か純粋は、リュウスタジオさんの方で、スーパーサイヤ人3とね、戦ってるやつもあるんですけれども、悪は初めてで。なんで、これはね、ぜひともね、一緒に並べたいと思って、これはもう購入せずにはいられないですよね、これは。さらにね、こちら、スーパーゴテンクスが放っている、ゴテンクスのゴーストバージョン見てください。なかなか悪そうな顔してますよね。これもね、購入したいなと思った一つです。はい。ゴーストがなかなかいい表情している。ただね、ゴーストの体がなんかすごいね、破損しやすそうな体してるんですよ。破損恐怖症になっております。ぜひともね、今回はこちら破損がないようにゲットしたいものですね。はい、こちら買う予定です。はい、じゃあ次行きます。続きましては、インフィニティスタジオさんからね、エヴァンゲリオンのスタチューの発表がありましたね。まさかインフィニティスタジオさんがエヴァをね、発表するとは思ってなかったんで、びっくりしましたね。そしてね、こちら、綾波レイのね、写真が写ってるんですけども、いい表情してませんか、これ。いや、これ原作に近いんじゃないこれ。めちゃめちゃいい表情してますよね。体の部分を見るとこんな感じですね。いやいやいや、これね、なかなかセクシーなんですよ。セクシーって表現していいのかわかんないんですけどもね。で、あとこちら、綾波のね、手に持っているの、これあれですよね。碇シンジ君の、ラジカセというか、MP3 プレイヤーかな。はい、それを大事に持っていてね。これ映画の時のやつかな？いや、めちゃめちゃいい。エヴァンゲリオンのスタチューは、以前ね、紹介したかな。プライムワンスタジオで、アスカと綾波レイが出るんですけども、購入するか検討してたとこなんですけども、プライムワンスタジオの綾波レイよりは、僕はこちらの方が好きですね。映画の綾波っぽい感じしませんか？で、さらにね、こちら綾波レイの他にもう一体、この初号機も発表されたんですよ。これ初号機の覚醒してる時かな？いやー、初号機は購入するか怪しいですけど、綾波レイは確実に購入するかもしれないです。はい。エヴァンゲリオンもありましたっていうことで、インフィニティスタジオさん、なかなか熱い展示会でしたね。じゃあ次のね、作品見ていきたいと思います。はい。鳥を飾るのは、こちら、G メイパレスさんですね。はい。毎度ね、私の動画でも登場してるんですけども、一番ノリに乗っているフィギュア会社だと思っております。ワンピースのね、スタチューがとにかくすごい。こちら、画像をご覧ください。ロロノアゾロとホーキンスのね、戦うシーンで、最近 G メイさんから発表された作品なんですけれども、私もね、予約はすでに、終わっておりまして、で、こちらの展示ももちろんあるんですけれども、まさかね、またですかっていうね、こちらとは違う、もう一体ね、別のゾロのスタチューが発表されたんですよ。まさかね、連続でゾロスタチューが来るとは思ってなかったんで、もうびっくりしました。そしてこのゾロがまたかっこいい。もうかっこよすぎて。いや、これもね、また買わないといけないかなと思うんですけど、とりあえずね、どんなゾロなのか、こちらご覧ください。ドン。なんじゃこりですよね、これ。いやいや、これ新しい、コスチュームというか、三国無双に出てきそうな服装ですよね、これ。どうですか、このゾロ。中華風ですよね。ちょっとどっちかというと呂布っぽい感じ。ちょっと体の写真もあります、こちら。いや、これ完全に三国無双ですよ。海賊無双ではなくて三国無双に出てきたゾロです。今後これの、衣装でルフィとかも出てくるのかなって言われてみれば、ジーメイさんではないけど、中華風っぽいナミさんはいるので、それに合わせてるのかな。最近ちょっとね、ワンピースがこういう中華寄りの服装でいろいろ展開してるみたいなことを聞いてたんで、今後ね、ちょっとこういう中華風の、衣装というか、ワンピースに目が離せないよっていう話ですよね。これは、買います。このゾロは絶対欲しい。はい、ということでね、いかがでしたでしょうか。いや、どれもすごい作品でしたよね。今ね、コロナ禍なんでね、なかなか行けないんですけども、私もね、来年、再来年、3年後、4年後、いつになるかわかんないんですけども、こういうね、外国のフェスティバルにね、現地入りして、何かカメラを回して紹介できたらなと思っております。ということでね、はい、長い間ご視聴ありがとうございました。またね、こういうスタチューがありましたら紹介したいと思いますので、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ということで、はい、どうもありがとうございました。以上、ジョンジョン TV でした。ありがとう。バイバーイ。
Simon, I've been all around the globe trying to protect your soul.